こんにちは、はるです。はい、今皆さん家にいてやることもないと思うんで、これを機会に私が持っているこのメイクボックスの中身を公開したいと思います。はい、これが私が持っている全てのメイク道具なんですけど、中ね、こんな感じです。結構ごちゃごちゃしております。普段ね使ってるメイク用品とか動画の中でこのティント何ですかとかリップ何使ってますかって質問をいただくこと多かったんですけど、その度に動画で後々答えようと思いつつ先延ばしにしてたんで、私が持っている道具を全て公開するんでよかったら見てってください。それではスタートです。はい、というわけで、ね、美容の動画なんですけど、こんな感じでノーファンデにメガネっていうしかもジャージっていうねひどい感じなんですけど、普段はあんまりバッチリメイクとかすることもなくて結構楽な感じで過ごすことが多いです。最近さ、特にマスクつけるからもうファンデーション塗ってもさマスクの中についちゃうし、リップ塗ってもマスクの中についちゃうし、とにかくねあんまり目ぐらいしか化粧しないです。はい、というわけで見ていきましょう。これがね普段使うメイクポーチなんですけど、大学生の時に買ったメイクポーチ未だに使ってます。だから10年前とかか、10年前ぐらいのメイクポーチです。キットソンっていう懐かしいなって思った方いると思うんですけど、キットソンで買いました。これが普段デイリー使いのメイクポーチで旅行に行く時とか持ってくやつです。中身見ていくと、これね前お気に入りの眉毛のカラーのやつはこれ日本のだけどキスミヘビーローテーションのアイブロウカラー使ってます。髪色が結構明るいからそれに合わせてアイブロウもこれでやってます。時々眉毛ブリーチしたり染めたりするんですけど、今はこれでやってます。でマスカラはね3本持ってて、私まつげパーマしてるからビューラーは持ち歩いてないっていうか持ってないんですけど、マスカラは全部日本ので、もうね魔女魔女がダントツだよね。韓国のマスカラもねやっぱ日本にはかなわないね。マスカラは日本。これ魔女魔女のブラウンのやつと黒のやつを使い分けてます。あとこれデジャビューのぬるつけまつげですね。これも長さ出したい時とかで、下まつげの時は魔女魔女のやつで塗って、上まつげはこれでやるってことが多いです。私のメイクのポイント、結構アイライナーに重点的にアイライナーに結構重きを置いていて3本持ってるんですけど、これがクリオのキルブラウンペンライナー、ブラウンのアイライナーです。これねおすすめです。安いし、しかも発色も結構ブラウンだけど明るすぎるブラウンでもなくて、でも暗くなくて目の周りがパッと明るく見えるブラウンだけど、そんなに使いづらいブラウンとかじゃないです。結構いろんな人に馴染みやすいんじゃないかな。このブラウンのアイライナー引いてこの魔女魔女のブラウンのマスカラって合わせることが春は多いです。春って目元ちょっと明るくしたいからブラウンで合わせて、でアイシャドウもちょっと明るめだったりとかで、眉毛の色も結構明るくしたりっていうのが最近のブームです。で黒のアイライナーはケイトの2種類ですね。普通のケイトのスーパーシャープライナーってやつです。これは普通にドラッグストアとかどこででも売ってるエクセルのパウダーペンシルアイブロウです。ちなみにですね、これエチュードハウスのアイブロウも持ってて使ってたんですけど、これもこんな感じで片方がペンシルで片方がブラシっていうすごい普通のやつなんですけど、ちょっと硬いんだよね。書いててそんなに書き心地が良くなくって、で結局日本でエクセルのこの一番有名だよね、売れてるやつ使ってます。しかもこのエチュードハウスのアイブロウ使ったことある人は分かると思うんだけど、蓋割れるよね。蓋割れてなんか取れるだからでも念のため1個持ってます。ちょっと色合いが気になったんで。次はこちらの大きいポーチの紹介に入っていきたいと思います。まずこれね、上の部分に入ってる大きいブラシなんですけど、全部韓国のオリビアングとかシーコルとか
あとどこだっけな、イニスフリーとかで買ったブラシです。私ファンデーション塗るときこれシーコルで買ったファンデーションブラシなんですけど、これがないともう絶対メイクできなくて、手で塗ったりとかもしないです。でスポンジで塗ったりもしないです。前はね BB クリームスポンジで塗ってたんだけど、一回もうファンデーションブラシ使ってからこれ以上はないなと思って、これ細かいじゃん。こうやってポン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 ってやると毛穴まで本当に小鼻の角とか毛穴を埋める感じですごい肌が綺麗に仕上がるから、もう一回ファンデーションブラシ使ったらこれ以外でメイクできなくなりました。もう超必需品です。でこれも確かオリーブヤングで買ったパウダーブラシかな。大きくて顔全体にお粉のせる時とか使えます。でこれはイニスフリーで買ったやつでチーク塗る時に使ってます。あとこの2つのブラシもイニスフリーで、アイシャドウ塗る時とかあんまり指で塗ったりしなくてこのブラシで塗ります。ラメがあるやつだけたまに指でのせるかな。でこれはねディオールのカプチュールドリームスキンっていう、なんて言うんだろうな、クリーム状のやつです。化粧水でもなくって美容液とかでもなくって、ただ保湿系のやつなんだけど、どういうポジションなんだろう。これね保湿力がすごいよくって、乾燥してる方にはとてもおすすめです。一応アンチエイジングだからちょっとシワとかにもね効果あるのかなと思うんですけど、人によってはお泊まりとかすっぴんで少しでも肌をきれいに見せたいっていう場合はね、これ肌がきれいに見えます。おすすめ。しかもしっとりしてベタつかない。香りはやっぱディオールだから化粧品って感じの香りはするんだけど、でもとっても保湿もいいし肌トーンも良くなるから、すっぴんの肌がめちゃくちゃ綺麗に見えるし保湿力もあるからおすすめです。でこれはねセフォラで買ったキールズの化粧水なんですけど、これ私朝洗顔しなくてコットンにこれをつけて顔を拭き取ります。拭き取り化粧水として使ってます。これさっぱり系の化粧水なんで、これで朝は顔を拭き取るだけです。でその後からもう乳液とかのせちゃってます。これもメイクヒールなんですけど、ダークサークルカバーレイザーっていうコンシーラーのベースなんだけど、見て赤なの、チークみたいな色してるでしょ。これを目の下、コンシーラー塗るクマのある部分に塗るんですよ。もう目の下真っ赤になるんですけど、このダークサークルカバーレイザートマトレッドっていうのを目の下に塗った後に上からコンシーラーをのせるとクマがすごい綺麗に消えるっていう商品です。メイクヒールのやつ。青グマがコンシーラーじゃ隠せないよとかね、そういう人にはおすすめです。ダークサークルカバーレイザー。そして皆さん結構聞いてくださるリップなんですけど、スタイルなんだのタトゥーリップティントもこれ全然落ちない。一回塗ると全然落ちないタトゥーリップティント。これはねあまりに落ちなさすぎて最近使ってないですね。めっちゃ落ちない。これ本当にタトゥーだよ。でこれ私結構使ってた一番お気に入りのリップなんですけど、ウェイクメイクジェリートップティントのグアバジェリーっていう色です。これもずっと使ってた。これも結構常にポーチに入れてるタイプのティントです。ただそんなに持ちは良くないかも。これが全然落ちないし色合いおすすめで、最近よく使ってるから多分動画で発色いいですねとか言われてる、口紅どこのですかって聞いてくださる場合のティントはこれのどちらかです。このリリーバイレッドのやつか、あとペリペラのインクティントセラム、これのどちらかです。こっちがレッドでこっちがオレンジで使い分けてます。これもいい感じに落ちない。すごい全く落ちないわけじゃなくてちゃんとクレンジングで落ちるんですけど、普通にモッパンとかご飯食べてる分には全然落ちなくて発色もいいから、1日そんな塗り直さなくてもいいしおすすめです。で特におすすめはこちらのインクティントセラムです。セラムの効果があるから唇がガサガサにならないです。と私が普段使うメイクパレットが3つあるんですが、こちらの3つですね。この3つからだいたいどれかを組み合わせてアイメイクしてます。3CE のマルチアイカラーパレットスムーザーっていう色なんですけど、もう見てわかる通りめちゃくちゃ無難な本当にマルチな
色が入ってて、でこれはラメが入ってないタイプだから本当にもういろいろ使えます。でこれよく使ってます。今日もアイシャドウ若干塗ってるんですけど、ファンデーションしないとか結構ナチュラルめなメイクする時は目元そんなキラキラしてたら目元だけ浮くから、このラメ感ないマットなシャドウでちょっと目元の陰影作ってアイメイクすることが多いです。皆さんご存知だと思うんですけど、クリオのプロアイパレットシンプリーピンク1番ですね。これもねさっきのとは全然違って、さっきベージュ系ブラウン系だったけどこれはピンク系なんですよ。私涙袋に結構ピンクをのせてるんですけど、気づいた方いるかな。白とかラメだとこれって若干、古いかなみたいなとこがあって、ピンクっぽいやつを涙袋のとこに入れるとちょっと泣いた後みたいな、涙袋がぷっくりしていい感じになるので、白とかラメのせるよりピンク系のアイシャドウを涙袋にのせることをおすすめします。私流なんですけど、結構長いこと使ってるんですけど、エチュードハウスのプレイ101スティックっていう、こっちがハイライトでこっちがシェーディングのスティックになってます。こうやってちょっと V ラインシュッとさせたかったらこのダークトーンのやつを塗ってポンポンポンってなじませてったり、鼻筋とかはこちらのハイライトを入れて鼻筋高く見せたりとか、光が欲しい部分に塗ったりっていうで2色入ってるから、これ1本で顔の陰影が作れるっていうおすすめのやつです。これエチュードハウスのやつでおすすめなのでよかったら試してみてください。これ今一番勧めたいのがこちらのクリーム。多分ね見たことない方がほとんどだと思うんですけど、シンガポールに住んでるフィリピン人の方にいただいたヒマラヤっていうブランドのインドのアーユルベーダのコスメで、肌の保湿クリーム、スキンクリームです。これねめっちゃよくって、肌の保湿がこれ1個で完璧って感じで、私お風呂上がり化粧水塗った後これを肌にパパパって伸ばすだけでもう肌がしっかり保湿されるから、これコスパもいいしめっちゃ気に入ってます。日本語で検索してみたけどそんなに情報が出てこなくって、で Amazon とかでちょっと買えるみたいだけど、私これいただいたものだけど、これなくなったらね私次もこれ買おうと思います。めちゃめちゃお気に入り。これおすすめ、よかったら調べてみてください。大好きこれ。シェーディングアートクラスの、これもシェーディングといったらこれ使ってる方が多いんで見たことある人も多いと思うんですけど、まあ可もなく不可もなくって感じですね。これよりこれのさっき紹介したエチュードハウスのプレイ101スティックの方が結構しっかりシェーディングできます。これは結構軽めですね。そんなにがっつりシェーディングじゃん。じゃあ逆にこれはシェーディングで失敗しないっていうのもあるかもしれない。だから人気なのかな。すごい濃くなりすぎないですこれは。でこれはしっかりできるけど、下手な人がやると、慣れてない人がやるとちょっとなんか舞台メイクになっちゃうから、でも私的にはこっちのスティックタイプのシェーディングハイライトがおすすめです。ヒンスのトゥルーディメンショングローチークベアリフレクションっていう種類なんですけど、結構大人な感じの落ち着いた色味のチークです。これ前インスタに載せたのかな。こちらヒンスのリップも持ってます。これはインザモーメントっていうリップなんですけど、この2つセットで使うこと多いです。結構落ち着いた色味でセクシーな大人の女性って感じです。ヒンスはそういう色合いが多いかな。ポップな感じとはまた違って雰囲気が出ます。ツヤ肌にヒンスのこういうカラー系のコスメのせると本当に色っぽい感じに仕上がるからヒンスおすすめです。こんな感じかな。はい、結構長々とね意外といろいろ持ってるんでこんな感じになったんですが、私の顔はこういうもので作られてます。日本のコスメだったり韓国のコスメだったりいろいろ混ぜて使ってるんですけど、いかがだったでしょうか。はい、というわけでこんな感じで今回は自分のメイクボックスの紹介でした。皆さん家にいると思うのでこの動画で暇つぶしになればいいかなと思って紹介いたしました。はい、それでは今日はこんな感じです。この動画がいいねと思った方はいいねボタンとよかったらチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。